こんばんは。今日のサブチャンネルではまずスーパーで買ったものを紹介します。今日はご飯10キロ買ったっていうこともあって、ご飯に合うふりかけを選んできたんですよ。まずはこちら、ゆかりです。ゆかりの梅入りのものを買いました。いつもゆかりの梅が入ってないものを買うことは結構あったんだけど、これは初めてなので食べるのが楽しみです。すぐ使いやすいように切っちゃいます。あとは、これ牛角の海苔ふりかけ。これもめっちゃ美味しそう。韓国海苔って美味しいじゃないですか。その韓国海苔をコーン油、ごま油、オリーブ油で炒めたサクサクとした食感が楽しめるふりかけです。油の風味とごまの香ばしさが海苔の旨味を引き立てます。って書いてる。これは卵かけご飯や納豆ご飯、ラーメン、海苔弁、海鮮丼に入れても美味しいらしい。うわー、すごい。油がすごいな。今ハサミでこの封を開けたんだけど、ハサミにも油がついてますね。じゃん、これ若菜とひじきを買いました。何か一つは野菜が入っているふりかけがいいなと思って若菜にしました。あとはこれです。ラー油鶏そぼろのふりかけ。これはね、彼が食べたいって言ってたので買いました。なんかお肉系がね、好きみたいで、今もともと持ってたのがひろし。これも青菜のふりかけです。あとはこれわかめの混ぜ込みご飯です。これもすごく好きです。これで今日何種類か作っていきます。今日夜ご飯でたこ焼きを作ってたんですよ。でタコが中途半端に余っちゃったので、タコだけまずたこ焼き器でカリカリに焼いて、明日の朝に食べるタコご飯、タコ飯を作ろうと思います。まずそれから先に作っちゃおうかな。タコが少ないから一人前で作ってみます。冷凍していた生姜を入れます。こういうの便利。もうちょっとでお酒なくなるから今度買わなきゃ。タコ飯を煮詰めている間におにぎりを作ります。いっぱいふりかけがあるから作るのが楽しい。まず最初は若菜とひじき。美味しいかな。最近はおいちゃんがご飯を炊いてくれるので助かってます。で、私は冷凍ご飯を作ったり、こうやっておにぎりをたくさん生産してます。おにぎり作るの楽しい。前のサブチャンでちらっと話したおにぎりメーカーを使います。本当に買ってよかった。すっごいね、使ってるんですよ。ケースに入れて、これぐらいかな。結構ぎゅうぎゅうに敷き詰めます。で、蓋をする。もうこれだけでじゃん、おにぎりができました。で、ここにラップを敷いて、ラップもおにぎりが小さいのでこれだけで足ります。で、こうやると2個落ちてくるかもしれないから、この片方だけに蓋をして、でこんな風に取り出してます。ここね、ポンポンって指で押したらおにぎりがすぐ落ちてくる。で、これを包んでおにぎり1個完成。本当にね、私たちね2人とも食べることが好きなので、特にご飯がめちゃくちゃ好きなんですよ。パンも好きなんだけど、やっぱ一周回ってご飯白米だよねってなってます。これまたダイソーで買ったこちらのケースに入れてます。でこのケースはね、おにぎりでいっぱいに敷き詰めるのがこれまた楽しいんですよ。すごい満足感があるっていうか、こんな感じで最近の私は夜な夜なおにぎり作りをしています。あとご飯が足りなくなっちゃった。次はゆかりも入れてみようかな。うわ
あー、酸っぱい香りがする。なんかね、梅が入ってるからピンク色があってめちゃくちゃ可愛い。ちょっと足りなかったところに違う味を入れちゃいます。これもこれでね、2つの味が楽しめるってことでよしとします。もう最近ね、サブちゃんよく撮るから、この話前も話したっけっていう話がいくつかあるんですよ。だからもしあれこの話前も別の動画で聞いたぞっていう時はこっそりコメントで教えてください。もうそれ以降はできるだけ話さないようにするんで。私が今日話したかった方はね、おいちゃんの食事についての話なんだけど、同棲を始めて私が、いつも通りご飯も作るんですけど、最初は普通に私が作ったご飯を美味しい美味しいって言って食べてくれるんですよ。でもなんか心なしか物足りなさそうな感じだったかもしれない、今思い返すと。同棲始めて数週間くらい経った時に、実はオイラめちゃくちゃ食べるんだっていうのを言ってて、体型的にも小食ではないだろうなっていうのは思ってたんだけど、私がご飯を作ったら「これおかわりしていい?」とかって聞くんですよ。私的に普通にご飯をお茶碗によそったつもりが、彼からしたらちょっと足りなかったみたいで、最初の頃はそれをずっと彼はね黙ってたっていうか、遠慮してたのかな、気を使ってたのかもだけど、ちょっと経ってからおかわりしていいっていう言葉をね言い始めたんです。いや全然いいよ、食べて食べてって言っておかわりしてたりしたんだけど、こんなに食べる人だったんだっていうのがだんだん分かってきて、高校生の男の子並みぐらいに食べるんじゃないかな。特にご飯ですよね。大盛り入れてもご飯は必ずね、お茶碗2杯分多めのおかわりしたりとか。それなら分からなくもないんだけど、その 2,3 時間後にまたお腹空いたって言って冷蔵庫の中見たりするんですよ。だから私本当にびっくりして、ってだってまだ20代の私の弟よりもめちゃくちゃ食べるから、それで私は本当においちゃんめっちゃ食べるんだなって思いました。で、私的に私と一緒に住んでて食べ物が家に何もないっていう状態をできるだけなくしたくて、なんて言うんだろうな、親心まではいかないけど、お腹空いたって言ったらすぐにご飯をね、じゃあこれ食べていいよって言いたくなっちゃうんですよ。それがね、お菓子とかだったら健康的にもあまり良くないから止めるけど、おにぎりが一番いいんじゃないかって私の中で思って、でそれからこのダイソーでおにぎりメーカーを買っていっぱい作るようになりましたね。どうしたらいいんだろう。空腹でいる時間の方がいいって聞いた記憶もあるから、でもご飯とご飯の間におにぎりを何個か食べるのはまだいいかなって思って、今冷凍庫に常におにぎりがある状態にはしています。おいちゃん曰くジムに行く前は何かちょっと食べないとジムで体が動かせないみたいで、だからそういう時にこういうおにぎりを1個レンジで温めて食べてもらってます。私が作ったご飯をたくさん食べてくれるのは本当に嬉しいことなんだけどね、ご飯も一応炭水化物だし、もっと食卓での野菜を増やして野菜でお腹いっぱいにするのがいいのかなとか、いろいろ考えちゃってますね。このタコ飯の素ができたので、これをご飯に混ぜていきます。本当はね、ネギも散らしたりするのがいいみたい。さっき歯磨いちゃったんだけど、あと味見しようかな。こんな感じ。タコ飯できました。食べてみよう。めっちゃ美味しい。大成功だ。
で最後のおにぎりは鶏そぼろ。美味しそう。さっき彼がすごく食べるっていう話をしたんですけど、ご飯をよく食べるので、とうとうね、白米代を彼が出してくれることになりました。食費は2人で折半っていう形なんだけど、やっぱりね、私もご飯好きだから食べるけど、その倍彼が食べてるっていうこともあって、白米とあとお酒は結構買ってくれることが多いですね。で、今作ったおにぎりにダイソーで買ったシールで、これは何おにぎりかっていうのを名前をね書いておきます。はい、こんな感じでまた他のおにぎりにも名前を書いていきます。これが私のおにぎりルーティンでした。本日もご視聴いただきありがとうございました。